ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢解説。その中でも主に取り上げる話題は2つ。まず第一に、ウクライナ軍によるロシア軍の黒海艦隊司令部に対する攻撃、その続報について。そしてもう一つが、ようやくアメリカが長射程ミサイルエイタクムスをウクライナに供与するということをアメリカの報道機関各社が報道し始めました。今回の動画においてはこの2つについて解説していきましょう。それではまずは最初にロシア黒海艦隊司令部に対する攻撃、その後について。攻撃それ自体はウクライナ軍が巡航ミサイルストームシャドウで行ったことが発表されています。そして現地映像からも攻撃が成功したそれ自体は多くの人々の認めるところです。では一体何が続報として出てきたかといえば、その被害状況として艦隊司令官や高級将校が数多く亡くなったかもしれないという話が出ているのです。なぜそのような話が出てくるかといえば、それはウクライナ軍の方からどのタイミングで攻撃をするか見計らっての行動だったという話が出ているのです。ウクライナ軍が現地のいる協力者から得た情報として、艦隊司令部において会議が行われているので、上級将校らが集まっている、まさにその会議を狙ったというのです。ロシア側としては、兵士が亡くなったといった話はしているのですが、艦隊司令官や副司令官もしくはそれに準ずるような将校たちが何人も亡くなっているかどうかについては一切情報を秘匿しています。しかし、ロシア側の発表というのは、兵士が一人だけ亡くなったかもな、みたいなかなりうさんくさい話しかしておらず、情報をひた隠しにしている可能性が高いです。少なくとも爆発している映像などを見てもわかるのですが、これで兵士一人しか亡くなっていないと考える方がむしろ不自然だとも言えるものです。ちなみに映像について少しもう一度見てみましょう。こちらが艦隊司令部から上がっている炎。こちらは写真ですが動画もあります。この動画で注目してほしいのは、黒煙がすでに上がっているところに2発目のストームシャドウが降り注いでいるところです。ウクライナ軍は同じところにもう一度撃ち込むことによって最初に破壊してさらに建物の奥へと攻撃を行き届かせるようにして弾をセットしたのだと見られます。これにより艦隊司令部の奥深くにいる人たちに対する攻撃を行ったのでしょう。そうでなければ艦隊司令官が亡くなったかもしれないという話はそうは簡単に出せるものではありません。この話が確認が取れるのはきっと後になるでしょうが、可能性は十分あります。もしも本当にそうであるとすれば、クリミア半島内にはロシアの支配を受けつつも、ウクライナに協力する人たちが活動しているんだなというのもわかりますし、またロシア軍の方としても油断があるんだなというのが伺えます。というのも、艦隊司令部というのは明らかに軍事施設のその頂点にあるような場所ですから、攻撃されないと考える方がむしろ不自然です。そして司令部の目と鼻の先、それこそ港にいるところをウクライナ軍がドローンで攻撃したり、ドックで整備中の揚陸艦や潜水艦が撃破されたというのもつい最近のことです。セバストポリそれ自体がウクライナ軍の射程範囲内にあるのは明らかであり、このような時に艦隊司令部にみんなが集まるなどということをするのは、ウクライナ軍はどうせ自分たちの行動を分かっていないだろうというのを前提とした非常に隙のある行動だったと言えます。このように射程距離の長い兵器があることによって軍上層部を直接攻撃できるというのは、その下の部隊たちにも混乱が広がることにもなりますから、非常に軍事的な価値の高い攻撃だとも言えます。このように長射程のミサイルというのは射程距離が伸びれば伸びるほどそれに伴って選択肢が増えるわけで、より相手に対する打撃が大きい場所に対しての攻撃を選ぶことができるようになります。そうした意味でアメリカが供与するであろうと報道されているエイタクミサイル、こちらの方も非常に重要な価値があります。ゼレンスキー大統領は国連総会などに出席するとともにアメリカやカナダなどでの支援の訴えかけを行いました。アメリカやカナダは追加の軍事支援を発表したのですが、それらの中には長射程のミサイルについてはリスト入りしませんでした。しかし、各社の報道として、バイデン大統領はゼレンスキー大統領に対してエイタクムスミサイルの供与をすると伝えたと言われています。あくまでも今回は渡せないんだけれども、供与することそれ自体はもう決定したという話をしたというのです。アメリカがこれまでエイタクムスミサイルを供与してこなかった理由としては2つあります。まず第一に、ウクライナに対してエイタクムスミサイルをどんどんと渡してしまうと、今後の展開として台湾有事などが発生した場合などにおいて
米軍の在庫としてもちょっと心もとないのではないかなという話。そしてもう一つは、ATACMS ミサイルがウクライナ軍に供与されると、これまでターゲットとされてこなかったロシア軍の方にも多くの被害が出ることにより、ロシアを刺激する戦術核や毒ガスなどのこれまでよりもレベルの上がった攻撃、そうした手段をロシアが取るかもしれないと一応懸念しての行動だという話もあります。ただ、このようなアメリカの懸念というのは私はもう全く心配する必要がないと思います。少なくともウクライナ側としては長射程のドローンを開発し、ロシアの首都モスクワを何度となくドローン攻撃を行っています。それ以外にもモスクワよりもさらに遠い空軍基地に対する攻撃なども行っているのですから、それに対するロシアの反応として戦術核や毒ガス兵器などを使っていないことからもわかるように、今更長射程のミサイルがウクライナに供与されたからといって、それを口実にロシア側が何か全く新しい次元へとエスカレートするとはちょっと思えないのです。もっと以前の話としては、プーチン大統領はロシア本国領が攻撃されたら徹底的な報復をするぞみたいな話をしていたわけですが、現実そのような動きも見られていないわけで、アメリカの懸念は少し臆病にすら見えます。それではATACMSミサイルについての解説を行っておきましょう。今回アメリカが供与するのではないかと言われているATACMSミサイルなのですが、タイプとしてはクラスター弾タイプだと言われています。クラスター弾タイプというのは小爆弾を大量に積み込んだ状態で狙ったところで大量に爆弾を巻き、それに伴う広い面積に対する打撃を与えるタイプのことです。それとは逆に単一弾頭の場合であれば、一塊の弾頭に爆薬が詰まっている状態で、面ではなく一点に対する破壊力を求めるものです。今回クラスター弾タイプが供与される理由というのは、アメリカ軍の方もこうしたクラスター弾タイプについては使用しないようにしようとして、新規の製造をやめて、基本的にはいつか廃棄しようと考えているものです。ですからアメリカとしても、もともと一応は使わない予定のものだから、ウクライナに供与しても良いだろうというふうに出しやすいタイプなのです。ちなみに、砲弾のクラスター弾よりも、もっと射程距離は長いので、これまで狙うことのできなかった前線指揮所や、より遠くにある弾薬庫や物資の集積場に対する攻撃などが可能になります。しかし、クラスター弾タイプというのは小爆弾が大量に出ることから、広い面積に対する攻撃としては良いのですが、頑丈な構造物を破壊するのには向いてはいません。ですから、ATACMSが供与されたイコール、これでクリミア大橋が落とせるというのとはちょっと話は進まないのです。そうした意味では少し残念なのですが、しかし、この話には続きがあります。それは、連鎖反応が起こる可能性が高いということです。連鎖反応とは何かといえば、どこかの国が先んじて兵器を供与することによって、それをきっかけとして別の国も同種の兵器を供与するという流れです。例えば、戦車の場合であれば、イギリスがチャレンジャー2を供与したその流れを受けて、ドイツのレオパルト2戦車が供与されるといったような話です。今回、アメリカがATACMSミサイルをウクライナに供与するようとなって、次の反応を起こすのはドイツです。ドイツの持っている巡航ミサイルタウルス、射程距離500キロもある強力な兵器で、アメリカがATACMSを供与するんであれば、ドイツもタウルスを供与する可能性が高まるというわけです。少なくとも、アメリカももう長射程の兵器を渡したんだから、ドイツさんあなたはもう2番手なんだから気にせず供与したらいいじゃないかという流れができやすいわけです。そしてタウルスの場合だとクラスター弾タイプではなく単一弾頭ですから構造物を破壊するのに向いています。しかも射程距離はストームシャドウやATACMSよりもさらに長いものですからより安全にクリミア大橋に対する攻撃を行うことができます。なお、こうした話をするときにいわゆる親ロ派の人たちはいやいや、いくら橋桁が壊れてもすぐに直してクリミア大橋は復旧されるんだ。だから大したことはないというふうなことを言う人たちがいます。これは兵站の重要性というものを全く理解できていない主張だと思います。例えば、クリミア大橋を渡って貨物列車で大量の物資を運んでいる。この流れが1週間でも止まれば、その間、違うルートで物資を配送する必要が出ます。鉄道で大量の物資を運んでいたものが、そうではない手段で物資を前線へと届けなければならない。特にロシア本国領からウクライナ領内に入って物資を行き渡らせるのに鉄道が使えないとなれば大量のトラックに分担して運ばなければならず、これは非常に大きな
補給の負担になります。橋が破壊されてもすぐ直せる。だからそれでいいとはならないのです。もちろん完全に橋脚から爆破することができればそれは良いことなのですが、そうではなくても橋桁を一つ使えなくなるだけでも結局のところ物流そのものをストップさせること、それ自体にも大きな意味があるのです。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍は長射程の兵器を活用することによって黒海艦隊の艦隊司令部に対する打撃を行いました。プラスアルファ情報の取得を現地協力者から得て、どうやら司令官をはじめとした上級将校らが集まる会議を狙ったかもしれないという話が出ています。そしてさらなる射程の長い兵器の供与としてアメリカがエイタクムスミサイルを供与するという報道が出ており、これが実現すればさらなる連鎖反応としてドイツの巡航ミサイルタウルスが供与され、それがクリミア大橋を落とすまさに本命の兵器となる可能性が高まるのです。これはまさに良い連鎖反応であり、バイデン大統領は早めにこのような流れを作ってほしいものです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また役に立ったなという方は SNS 等での拡散やスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。